んにちは、みるです。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今日は雪と温泉についてお話をします。日本の冬といえば雪を見ながら温泉ですね。私は、はい。温泉は一年中ね、いつ入っても私はいいんですけど、やっぱり冬になると、温泉入りたい。雪を見ながら温泉入りたいっていう気持ちになります。雪見酒という言葉があるんですが、雪を見ながらお酒を飲むというのもいいんですが、雪見風呂、雪見露天風呂なんて最高ですよね。雪を見ながらあったかい温泉に浸かる。最高ですね。はい。しかし、雪はね、本当に危ないです。はい。東京は積雪5センチでパニックになると言われています。積雪、積もる、雪と書いて積雪なんですが、5センチ積もるとね、東京の人はパニックになると笑われているそうなんですが、本当にそうで、5センチ積もると、交通ダイヤが乱れ始めます。はい。そして、雪に慣れてないので、怪我をしたりね、車の運転も慣れていませんから、交通事故が多発したりとね、東京は積雪5センチでパニックになると言われているんですが、そうなんですよ。私もね、一つ面白かった思い出があるんですが、朝ね、出勤するために駅まで自転車をゆっくり漕いで行ってたんですよ。で、まっすぐの道はね、大丈夫なんですけど、この曲がる時がすごく危なくて。でもね、最初はピューンなんて言ってね、おー、行ったできたできたなんて余裕をこいてね、自転車漕いでいたんですよ。で、駅に近づいてね、そろそろ駅に着くぞっていう時に、もう余裕こいてね、普通にね、自転車曲がり角をね、ピューンって曲がったんですよ。そしたら思いっきり滑ってしまって、そのままうわーって倒れちゃったんですね。転んじゃったんです。そうしたらね、その時は通勤時間ですから、他のね、サラリーマンとかね、学生とかがいっぱいいて、思いっきり私そこで派手に転んだんですよ。そしたら、前に歩いているサラリーマンがね、びっくりしてね、おってこっち見て、で、大丈夫ですかって言った瞬間にね、その人も転んじゃったんですよ。大丈夫ですか、うわーみたいな感じで。そうで、それを見ていたね、学生さんがね、ふふふって笑いながら、静かに通り過ぎていったんですけど。そんなことがあってね、で、私と、声をかけてくれたね、サラリーマンは2人で尻餅ついちゃったんですね。お尻から転んじゃったんです。で、はははなんて2人で笑ってね、その後ね、起き上がってもう私は自転車漕ぐのをやめて、自転車ね、歩きながら引いていったっていうことがあったんですが、本当にね、雪危ないんですよね。皆さんも気をつけてください。で、日本って電線がいっぱいありますよね。電線の上にも雪って積もるんですよ。で、そのね、積もった雪がバラバラって落ちてくることがあるんです。あとは、屋根。屋根からね、ザザザザザって落ちてきたり。で、そういうことに慣れてないというか、あんまりそういうこと気にしてないんで、電線の下とか家の近くをね、歩いちゃうと、またそれも危ない。なのでね、皆さんも雪道気をつけてください。本当にね、危ないです。もうね、自転車でね、すってんころりんと尻餅ついたのはね、もう20年以上前ですが、今でもよく覚えています。はい。で、温泉のね、話もしたいんですが、皆さん、温泉マーク見たことありますか？あったかいね、温泉から湯気が立ち上る様子を表している3本のね、湯気、マークなんですが、あれはね、日本の地図において、温泉法というね、法律で決められている温泉、光線の位置を示す記号なんですね。なので、地図にね、あのマークがあったら、温泉があるんだな、光線があるんだなっていうことがわかります。はい。それで、3つの湯気。
これにはね、2つ意味があると言われています。一つはすごくね、有名です。これはね、温泉に浸かる長さを表していると言われています。最初のね、一番左の線と真ん中と一番右の線って全部長さが違うんですよ。温泉に入る前はかけ湯をしっかりします。かけ湯というのは自分の体にお湯をかける。だからね、かけ湯っていうんですが、急にね、温泉にね、ドボンって入ってはいけないんですね。まずしゃがんで、最初はね、足にお湯をかけます、ゆっくり。そして、お腹、肩っていう風にね、だんだんこう上にかけていくんですけど、このようにして、まずかけ湯をしっかりして、体がね、ちょっと温まったら、温泉に入ります。で、最初のね、この湯気、これ5分です。5分温泉に浸かります。そして5分浸かったら1回上がって3分休むんです。で、3分休んだら今度ね、温泉にまた入って今度8分です。真ん中の線はね、一番長いんです。あれ8分入ってくださいよという意味です。で、8分温泉に浸かったらまた上がって3分休憩。そして最後、温泉に3分入る。だからね、真ん中が一番長くて、左はその次に長くて、右が一番短いんです。5分、8分、3分。はい。で、3分のね、休憩時間に、例えば体を洗ってもいいですし、頭を洗ってもいいです。とにかく、ずーっと温泉に浸かるのはやめましょうということなんです。なぜかというと、温泉っていうのはね、いろんな成分が入っていたりして、いきなりね、こう、ずっと使ってしまうと、湯あたりをすると言われているんです。湯あたりというのは、頭が痛いとか、気持ち悪いとか、何も食べたくないとか、そういうね、不快な症状が出ると言われているんです。なので、最初かけ湯をしっかりして、体を慣らしてから、まずは5分。で、3分休んで、次は8分ちょっと長めに使って、で、また3分休憩して、最後ね、短く3分入って上がりましょうということなんですね。で、もう一つ意味があります。もう一つはね、温泉旅館とか、温泉があるね、ホテルに泊まったら、3回お風呂に入りましょうという意味だそうです。1回目はまずね、チェックインしてからすぐ。そして2回目はお夕食の前。で、3回目は次の日の朝です。チェックインというのはだいたい3時ぐらいですよね。アーリーチェックインしたとしてもね、2時とかでしょうかね。チェックインをしてから1回お風呂に、温泉に入って、で、ゆっくりして、で、お夕食の前にもう1回ね、温泉に入って、で、お食事したり、お酒を飲んだり、ゆっくり過ごして、その日は寝て、そして翌朝、今度はね、チェックアウトの前ですね、朝風呂に入りましょうということです。はい。で、これね、面白いのが、温泉旅館とかね、ホテルもそうだと思うんですけど、多くの温泉で、日によってとか、時間によって、男湯と女湯がね、こう、入れ替わるんですよ。これなんでかというと、お風呂からの景色とか、お風呂の設備がちょっと男湯と女湯で違うんですね。昔ながらの温泉とかって結構ね、男湯の方がこう露天風呂からの景色が良かったり、すごくね、広かったりするんですよ。理由は、団体旅行がね、男性の団体旅行が多かったからって聞いたことがあるんですけど、結構ね、その男湯がこう、広くて、さっき言った通りね、景色が良かったりするんですね。なので、時間によって男湯と女湯をこう入れ替えて、例えば露天風呂からの景色をね、どっちも楽しめるようにしてるみたいなんですね。はい。公平に楽しんでもらえるようにということで、男湯と女湯を入れ替えてるんですって。なので、私はね、必ず朝風呂も入ります。そうすると、どちらのお風呂も楽しめるんですね。どちらの景色も楽しめるので、必ず朝風呂も入るようにしています。はい。ということで、今日は雪と
温泉についてお話をしました。じゃあ、バイバイ。こんにちは、ミルです。明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。今日は雪と温泉についてお話をします。日本の冬といえば雪を見ながら温泉ですね。私は、はい。温泉は一年中ね、いつ入っても私はいいんですけど、やっぱり冬になると、ああ、温泉入りたい。雪を見ながら温泉入りたいっていう気持ちになります。雪見酒という言葉があるんですが、雪を見ながらお酒を飲むというのもいいんですが、雪見風呂、雪見露天風呂なんて最高ですよね。雪を見ながらあったかい温泉に浸かる。最高ですね。はい。しかし、雪はね、本当に危ないです。はい。東京は積雪5センチでパニックになると言われています。積雪、積もる、雪と書いて積雪なんですが、5センチ積もるとね、東京の人はパニックになると笑われているそうなんですが、本当にそうで、5センチ積もると、交通ダイヤが乱れ始めます。はい。そして、雪に慣れてないので、怪我をしたりね、車の運転も慣れていませんから、交通事故が多発したりとね、東京は積雪5センチでパニックになると言われているんですが、そうなんですよ。私もね、一つ面白かった思い出があるんですが、朝ね、出勤するために駅まで自転車をゆっくり漕いで行ってたんですよ。で、まっすぐの道はね、大丈夫なんですけど、この曲がる時がすごく危なくて。でもね、最初はピューンなんて言ってね、おー、行ったできたできたなんて余裕をこいてね、自転車漕いでいたんですよ。で、駅に近づいてね、あ、そろそろ駅に着くぞっていう時に、もう余裕こいてね、普通にね、自転車曲がり角をね、ピューンって曲がったんですよ。そしたら思いっきり滑ってしまって、そのままうわーって倒れちゃったんですね。転んじゃったんです。そうしたらね、その時は通勤時間ですから、他のね、サラリーマンとかね、学生とかがいっぱいいて、思いっきり私そこで派手に転んだんですよ。そしたら、前に歩いているサラリーマンがね、びっくりしてね、おってこっち見て、で、大丈夫ですかって言った瞬間にね、その人も転んじゃったんですよ。大丈夫ですかうわーみたいな感じで。そうで、それを見ていたね、学生さんがね、ふふふって笑いながら、静かに通り過ぎていったんですけど。そんなことがあってね、で、私と、声をかけてくれたね、サラリーマンは2人で尻餅ついちゃったんですね。お尻から転んじゃったんです。で、はははなんて2人で笑ってね、その後ね、起き上がってもう私は自転車漕ぐのをやめて、自転車ね、歩きながら引いていったっていうことがあったんですが、本当にね、雪危ないんですよね。皆さんも気をつけてください。で、日本って電線がいっぱいありますよね。電線の上にも雪って積もるんですよ。で、そのね、積もった雪がバラバラって落ちてくることがあるんです。あとは、屋根。屋根からね、ザザザザザって落ちてきたり。で、そういうことに慣れてないというか、あんまりそういうこと気にしてないんで、電線の下とか家の近くをね、歩いちゃうと、またそれも危ない。なのでね、皆さんも雪道気をつけてください。本当にね、危ないです。もうね、自転車でね、すってんころりんと尻餅ついたのはね、もう20年以上前ですが、今でもよく覚えています。はい。で、温泉のね、話もしたいんですが、皆さん、温泉マーク見たことありますか？あったかいね、温泉から湯気が立ち上る様子を表している3本のね、湯気、マークなんですが、あれはね、日本の地図において、
温泉法というね、法律で決められている温泉、光線の位置を示す記号なんですね。なので、地図にね、あのマークがあったら、温泉があるんだな、光線があるんだなということがわかります。はい。それで、あの3つの湯気。これにはね、2つ意味があると言われています。一つはすごくね、有名です。これはね、温泉に浸かる長さを表していると言われています。最初のね、一番左の線と真ん中と一番右の線って全部長さが違うんですよ。温泉に入る前はかけ湯をしっかりします。かけ湯というのは自分の体にお湯をかける。だからね、かけ湯っていうんですが、急にね、温泉にね、ドボンって入ってはいけないんですね。まずしゃがんで、最初はね、足にお湯をかけます、ゆっくり。そして、お腹、肩っていう風にね、だんだんこう上にかけていくんですけど、このようにして、まずかけ湯をしっかりして、体がね、ちょっと温まったら、温泉に入ります。で、最初のね、この湯気、これ5分です。5分温泉に浸かります。そして5分使ったら1回上がって3分休むんです。で、3分休んだら今度ね、温泉にまた入って今度8分です。真ん中の線はね、一番長いんです。あれ8分入ってくださいよという意味です。で、8分温泉に浸かったらまた上がって3分休憩。そして最後、温泉に3分入る。だからね、真ん中が一番長くて、左はその次に長くて、右が一番短いんです。5分、8分、3分。はい。で、3分のね、休憩時間に、例えば体を洗ってもいいですし、頭を洗ってもいいです。とにかく、ずーっと温泉に浸かるのはやめましょうということなんです。なぜかというと、温泉っていうのはね、いろんな成分が入っていたりして、いきなりね、こう、ずっと使ってしまうと、湯あたりをすると言われているんです。湯あたりというのは、頭が痛いとか、気持ち悪いとか、何も食べたくないとか、そういうね、不快な症状が出ると言われているんです。なので、最初かけ湯をしっかりして、体を慣らしてから、まずは5分。で、3分休んで、次は8分ちょっと長めに使って、で、また3分休憩して、最後ね、短く3分入って上がりましょうということなんですね。で、もう一つ意味があります。もう一つはね、温泉旅館とか、温泉があるね、ホテルに泊まったら、3回お風呂に入りましょうという意味だそうです。1回目はまずね、チェックインしてからすぐ。そして2回目はお夕食の前。で、3回目は次の日の朝です。チェックインというのはだいたい3時ぐらいですよね。アーリーチェックインしたとしてもね、2時とかでしょうかね。チェックインをしてから1回お風呂に、温泉に入って、で、ゆっくりして、で、お夕食の前にもう1回ね、温泉に入って、で、お食事したり、お酒を飲んだり、ゆっくり過ごして、その日は寝て、そして翌朝、今度はね、チェックアウトの前ですね、朝風呂に入りましょうということです。はい。で、これね、面白いのが、温泉旅館とかね、ホテルもそうだと思うんですけど、多くの温泉で、日によってとか、時間によって、男湯と女湯がね、こう、入れ替わるんですよ。これなんでかというと、お風呂からの景色とか、お風呂の設備がちょっと男湯と女湯で違うんですね。昔ながらの温泉とかって結構ね、男湯の方がこう露天風呂からの景色が良かったり、すごくね、広かったりするんですよ。理由は、団体旅行がね、男性の団体旅行が多かったからって聞いたことがあるんですけど、結構ね、その男湯がこう、広くて、さっき言った通りね、景色が良かったりするんですね。なので、時間によって男湯と女湯をこう入れ替えて、例えば露天風呂からの景色をね、どっちも楽しめるようにしてるみたいなんですね。はい。公平に楽しんでもらえるようにということで、男湯と女湯を
入れ替えてるんですって。なので、私はね、必ず朝風呂も入ります。そうすると、どちらのお風呂も楽しめるんですね。どちらの景色も楽しめるので、必ず朝風呂も入るようにしています。はい。ということで、今日は雪と温泉についてお話をしました。じゃあ、バイバイ。